こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、さらなるビッグゲストが来るという噂もありますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、祝日明けのせいか、各ファンドの更新が遅くなっています。現時点では全体でマイナス1億ドルほどとなっています。流れ的には5日連続のマイナスになりそうですね。一方、香港の ETF はビットコインがプラス6枚、イーサリアムが0と、ドル換算ではプラス39万ドルとなっています。あと ETF 関連では先日お伝えしたオーストラリア最大の証券取引所 ASX 初となるスポットビットコイン ETF、バンエクビットコイン ETF が昨日上場を果たしています。バンエクだけではなくてですね、他のベッドシェアーズとかデジタル X なども申請しているとのことなので、今後オーストラリア方面でも盛り上がるのか注目ですね。あと他ではカナダでソラナの ETP が申請されたのも話題になっています。ファンドは 3IQ、上場先はトロント証券取引所とされています。3IQ はですね、私たちは先駆者として個人投資家や機関投資家が暗号資産クラスに効率的にアクセスできるように最高水準を体現し、クラス最高のパートナーと協力しながら規制された投資手段を提供するという使命を継続することを楽しみにしていますとコメントを残しています。次はソラナダ XRP だと騒がれていた中ですね、カナダが先手を打って申請となっています。ただ先日もお伝えしたかもしれませんけども、カナダの方は ETP 関連あんまり盛り上がってないみたいなんで、カナダ自体に期待するというよりかはですね、これを皮切りに他の国が参戦する展開を期待する方が無難なのかもしれないですね。チャートの方は後ほどまとめてみたいと思います。あとオンチェーンの方ではマイナーの売りが先日に引き続き目立っているようです。マイナーによる OTC 販売取引は日時で3月以来最高を記録してまして、マイナーの準備金は182万 BTC と2021年以来の最低水準まで落ちています。短期的には売り圧ファンダとして捉えられると思いますが、前回のマイナーの準備金が低い水準となった2021年7月はですね、ちょうど価格的にはそこあたりで、ここで反転して秋に A 定値に向かってますんで、これが再現されるとすると、長期的に見たらプラスファンダとして捉えられるのかなと個人的には思います。前回と同じようになったらの話ですね。ここからまた上迎えるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在64,700ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米フィラデルフィア連銀景況指数が予想の 4.5 に対して結果は 1.3 と、前回の 4.5 よりも下回る結果となりまして、金利上昇要因となっております。あと他では米財務省が為替操作の監視リストに日本を加えたことなどが話題になっています。これに対して神田財務官は問題視することではないと、強気のコメントを残してますが、市場は米ドル高、円安に傾いています。米国債金利は 4.26 を推移しておりまして、ナスダックが 19,750、S&P500 が 5,486、ダウ平均が 39,130、金ゴールドが 2,360 ドル、日経平均が 38,540 円、ドル円が 158.9 円となっております。個別株の方ではマイクロストラテジーが転換社債を利用したビットコインの追加購入が完了したことを報告しています。平均取得単価は 65,883 ドル、11,931BTC を追加購入となっています。これでマイクロストラテジーの保有量は 226,331BTC と150億ドル相当となっています。ただ仮想通貨市場が盛り上がってないせいか、株価は特に上がってないですね。あと他では NVIDIA が A 定値を更新してまして、マイクロソフトや Apple を抜いて時価総額世界一になったのが話題になっています。この影響か仮想通貨関連の AI 銘柄、AI ミームなどは比較的強くなってますね。AI 方面は未だ衰え知らずとなってますね。ビットコインの先物の方では OI が全体でマイナス 0.3%、額としては334億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.3%、バイナスミやロングが 71.8% と全体では下寄りになっています。今後の指標としては本日6月21日に
米 PMI、英小売、フランス、ドイツ、ユーロの製造業 PMI、6月24日にドイツの IFO 景況感指数、6月25日に米コンファレンスボード消費者信頼感指数、米リッチモンド連銀製造業景気指数などが控えております。市場全体で見ると、金利上昇から英定値を更新してた各指数もですね、一旦調整に入っている状態で、仮想通貨市場もそれに応じて下がっている展開なのかなと思います。ただ AI 関連は元気といったところです。米市場の休み明けの期待からか、一旦は上がってましたけども、先ほどの指標の時間帯で全部落ちたような形になってます。先日の SEC のイーサの調査終了ファンダが出てから、アルトがしばらくはね、強くなるのかなと思ったんですけど、思ったよりも弱い展開になりましたね。先ほどのソラナの ETP ファンダが出ても、未だに弱いです。ビットコイン ETF の流入も回復してないんで、アルトの勢いに乗れるかどうかが、個人的に勝負の分かれ目だと思ってたんですけども、肝心のアルトが弱いですよね。あとね、仮想通貨市場単体が弱い印象ありますね。先日まで米株関連強くて、各指数も A 定値を超える中ですね、ビットコインやアルトは弱くて、今現在仮想通貨市場で強いファンダが出ても全然強くならない。でも AI 関連はお祭り騒ぎになってるんですよね。やっぱり先日話した AI 関連に資金が取られてるという見方をしてもいいのかもしれないですね。ただ先ほどのマイナーの件もありますんで、単純に時間差で秋頃ちゃんと資金が入るかもしれないですけど、ただ2021年には AI はここまで盛り上がってなかったですからね。ちょっとこれ以降はメンバーシップの方でやろうかなと思います。チャートだけ見たら時間足では64,000の攻防で反発してまして、そこでも右肩上がりとなってますが、日足足と長期で見るとあまり強い印象はない形になってます。短期では再度64,000で耐えられるかどうか、上は66,000の攻防に回帰できるかが焦点になると思います。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサはですね、イーサの価格は現在3500ドル、BTC 建ては 0.0541 と先日から下落しています。先物の方では、OA は全体でマイナス 1.9%、額として150億ドル相当と、こちらも減少しています。比率としては全体ではショートが 51.2%、バイナスミはロングが 76.2% と、全体では下寄りになっています。これも SEC の調査ファンダが解消されて、米市場の祝日を挟んだとしてもですね、休日明けからしばらく強くなるかなと思ってたんですけど、BTC 建ても若干落ちてまして、あまり元気がない状態です。ただオプション市場では、6月、7月満期のコールが4000から6000に寄ってまして、まだ楽観的であることが注目されています。この空気感だと ETF の取引開始してもですね、しばらくは落ち着いちゃうんですかね。ビットコインの時も本格的な流入が始まったのは2週間後ぐらいですから、夏頃取引開始されて、そこから2週間、これも秋頃見ておいた方がいいかもしれないですね。チャートだけ見たら3400を耐えた形になってますが、強い抵抗の3600は抜けきれてない形になってます。取引開始まで3400、またその下の3200をキープできるのか注目ですね。あとはソラナですね。ソラナの価格132ドル、BTC 建てはマイナス 0.3%、時価差が5位ですね。イーサの次はソラナ ETF と言われて、SEC のイーサの調査も終わって、ソラナ ETP のファンダも出たのに、この弱さ、人いない感がすごいです。一応時間足でも、そこは右肩上がりを維持してますが、ここ下に抜けるとなると、120ドルあたりまで見えてきます。やはり米国あたりで申請がないと厳しいんでしょうかね。ソラナの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。ウィンクルボス兄弟がトランプに200万ドル相当のビットコインを寄付したことが話題になっています。タイラーの投稿を見るとですね、超長文が書かれてまして、一部を読みますと、私はビットコインで100万ドルをトランプに寄付し、11月に彼に投票する予定ですと、その理由は次の通りですと。過去数年間バイデン政権は公然と暗号通貨に対して宣戦布告してきましたと。同政権は複数の政府機関を武器として、暗号通貨業界の最良な関係者を脅迫、嫌がらせ、訴訟し、業界を破壊しようとしてきましたと。この政権の行動はイノベーション、アメリカの納税者、そしてアメリカ経済を完全に犠牲にして、歪んだ政治的利益のために行使された前例のない権力の乱用そのものですと。バイデン政権が現時点でできることを言うことで、そうではない触れをすることは何にもありませんと。しかしトランプはビットコイン、暗号通貨、そしてビジネスを支持する人物ですと。これは議論の余地はありません。そうでないと主張する人は、ひどく誤解しているか、妄想に陥っているか、真実を語っていないかのどちらかですと。今こそ私たちの国を取り戻す時ですと。暗号通貨軍がワシントンにメッセージを送る時です。私たちを攻撃することは政治的自殺行為ですと。
これが私が11月にトランプ大統領に投票する理由であり、皆さんもそうしていただければと思いますと、X に投稿しています。トランプのミームが発行されてですね、業界が寄り添ったり、プロモーションとして使われているような気もしますけども、トランプは勝てるのか注目となっています。あとはそのトランプの公式トークンとして注目されていた DJT にマーティン・シュクレリが関わっていたことが明らかになり、また話題になっています。マーティン・シュクレリは自身のヘッジファンド MSMB キャピタルなどの業績を偽って投資家を欺いたとして証券詐欺で有罪判決を受けて現在仮釈放中の人物になっています。DJT のことの始まりはですね、ピーパルのピーター・テイラーの仲間マイク・ソラナが DJT はトランプの息子のバロンが指揮している、トランプ公式のトークンであると主張したことがきっかけで、この DJT トークンが高騰したんですけども、その後アーカムがですね、DJT の本当の運営を突き詰めた人に15万ドルの報奨金を与えるというコンテストのようなものを開催しまして、で、その後リサーチで有名なザク XBT がマーティン・シュクレリが関わっている決定的な証拠を出して、現在界隈がざわついているといった展開です。で、このマーティン・シュクレリはですね、息子のバロン氏と共同で作成したと主張してはいるんですが、一部では SEC が黙ってないんじゃないかみたいなことが言われています。トランプを利用した詐欺として訴えられた場合、彼は仮釈中なんで、また詐欺罪で捕まるんじゃないかみたいなことが言われています。現在 DJT はしぼんでしまってますが、ここから逆転はあるんでしょうかね。今後の展開に注目です。あとはバイナンスがインドの金融監督機関 FIU から225万ドルの罰金命令を出されています。インドのマネーロンダリング防止規制に登録せずに、現地の顧客やインド国内での事業にサービスを提供していたためとされています。バイナンスは1月にサービス提供禁止命令が出された後ですね、インド市場への再参入を試みていたんですが、実らず罰金となっています。ナイジェリア方面がようやく前進したかと思えばですね、インドの方でもまた問題が出てますね。こちらも解決できるのか注目ですね。あとはビットフライヤーが FTX ジャパンを買収する方向で動いていることがグローバルでも話題になっています。買収額は数十億円。全株式をビットフライヤーが買い取って事業を引き継ぐとされています。FTX ジャパンの方の債券種分配とかどうなるんですかね。ビットフライヤーの加納さんはですね、新たなサービスにご期待くださいと、新サービスを匂わすような投稿をしてますが、今後の展開注目ですね。あと、ここからアルト関連になります。期待されてたエアドロ銘柄のレイヤー0ですが、1トークンをクレームするのに 0.1 ドルかかる仕様を展開したことで、現在物議を醸しています。エアドロなのにトークンを販売してるだけじゃないかという話ですね。で、昨夜上場したトークンは現在 3.5 ドルあたりを推移しております。あと同じく期待されていたエアドロ銘柄、プラスとも近日中にエアドロ実施予定となってますが、この相場で資金が入るのか注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。